伊賀正三さん、当時18歳。爆心地からおよそ2キロの南町で被爆しました。宇品にある商船会社の寮から叔母の家に向かうため、路面電車に乗った伊賀さんは車内で激しい閃光に襲われました。小柄であったので満員の乗客の影になっていたせいか、大した怪我もなく助かった伊賀さんでしたが、夕暮れのように暗くなった街の至る所で見た光景は、全身をやけどし水を求めながら命を失った大勢の人たちの悲惨な姿でした。伊賀さんは思い出すのもつらい被爆の惨状を語り伝えることで、少しでも早く核兵器のない世界が作られるようにと願っています。掛城津波いうところですがね、私の里が三男二女の末っ子でございます。私が4歳の時に、父が季節労務で福岡の炭鉱へ行って落眼事故で死んだんです。でそれからこれが5人の子供をずっとよう育ってきてくれたんですよね。長男の和志は信濃事変で戦死しました。次男の伊賀智之いますがね、満州抑留今 して、彼ら帰っていましたがね、私が末っ子であります。それで母と2人で生活しておりました。14歳の折にね、学校からの斡旋で東洋工業に入社したんですね。私が入ったとこは鉄砲を作るところでした。六甲板言いましてね、99式の鉄砲を作るところへ入ったんですが、私は今の田舎で育ちになるもんで、町のこの水道のカルキがね合わんのですよね。これ夏になりゃね、昔でいう角形いう足が腫れる病気じゃあ、また死んだ人もろしゃ田舎へ帰って、それで涼しくなるまで養生して職場へ帰るようなをずっと繰り返しとったんです。そうこうするうちに、工場の方の食料事情も悪くなったしね、ちょうど7月の終わり頃ですか、東洋工業に内緒でね、宇品に船舶運営会いうのがあったんですよ。そこへ行って船乗してくれんかいって。それあそこ明日から来いって言って、人がおらん頃で消えて、それでどうかしようかなからええわ思ってすぐ入りまして、それで今のみゆき通りに山形屋旅館いうのがありました。そこが栗橋商船の仮の宿舎で、そこへ寄ったわけですよ。船も嫌いが入ってるき出られへんいうのでき、何するか言ったら向こう面の山から木を切っちゃ芝を船持ってってカムラージ橋家で持ってっちゃうぐらい、毎日ずっとそれを続けるようなことで。私のおばが三笹小学校の前にね、文房具屋がある。その家の裏を買ってるのが住まいしとると、今日は行ってこうかやもうで、後ろから三笹行く電車に乗ったんだけど、もうで宇品の港劇場いうとこがありますよね、一丁目ね。そこから電車に乗って、それで南町千枚局前電停ですよ。そこへ電車が止まった
が止まらんぐらいの時にパーンと光が出てピカーンとした瞬間にズーンいうのとここチリッていう紙ですね、これが焼ける音だったと思うんですね。それでちょうど私がおったのは運転手さんの真後ろにここに立って垣がありますね、そこへおったんですけどね。で背は低いし、で満員電車であるし、みんながみんなでカバーにしてもらってあらららいう中におしくらまんじゅうで戸口で結局急しろたんですね。どのぐらい経ったかのと思うんですが、はっとこうやって見ると電車の中やっぱりおったので、これで見ると誰もおらんしね。それで前をこう見たら運転手さんが歩きこうやって見りゃもうここは前こっとり行って話しです。ものすごい暑い日和だったですけど、あの日は。それで外へ出たらあらこれなんか夕方道ように暗いんですよね。起こしよったら兵隊さんが「大変!」って声張って歩きよるし、それでどこ入るから思ったのはちょうど三幸橋のたもとにシカゴへ行って家からですね、そこへ入れ言ってて行ったんだが、中へ入れるような状態ではないんです。中へ入ってみね、ガラスがここへ立ったのやらね、あそこへ立ったら丸太に入ってうなりよる。いやこれ折れるんじゃないのって外へ出まして、それで今度三幸公園にみんなであとどこ行くとについていったよ。行ったのが今の県病院です。昔の共生病院に寄りましたね。そこへみんな行ってわしも行ったんで、それで行ったらみんなずらーっと並んでね、看護師さんがこのバケツのようなものこれ一番いい塔体から思うようなものでポッポッポッみんなでたりきるんですよ、やけどしとけ。それで僕はこうしてみたらどこもないし、いやこれはこの方の売りよりは先帰らない寮いないね、心配するけ思うてね、そこから徒歩で出てちょっと行ったところにね氷屋があった。そこの前へ行って皆僕おるきどうしたんかろうってみりゃ氷ボックスからここ氷入ってますよね。それだって抱きつくのがおる、すりつけるのがおる。これは見たもんに穴が出ったそれはこれほどの地獄でこれほどなったんかいな思うよって。で山形旅館まで帰ってで来ちゃったらなんか大手橋の寮が火災焼きよるき、あれの下敷きだったとが応援で来いいうことがあるんだが行くって言うき、行くだけ行かねえ思うて、あの頃のこと18やそころじゃ何しているわけは分からず、そしたらねつらい人が防火用水から水数えてこうやって階段の下見でここっていう意味で下敷きになっとった。見るうちに助けてだって帰ったんですけど、帰ったからその人は夜には死んだった。で山形旅館まで帰って今度はあなたらも疎開してくれいうことで、これで今の向島ですよね、今のそこに千百運営会の寮があるけ、会員養成所にそこへ入れ行って入って、でそこへ今度生活するんですがね、
それでまあ晩はご飯やなんか食べるようになりもなし、頭の中はずーっとなっとるわけで、ずーっとで耳鳴りが逃げんでずーのがずーっと2日ぐらい続いたんですよね。まあ水が今度は水道でいいんですけどね。で朝起きてそこの部落に共同ポンプですか、井戸の分で鶴瓶式で出るし、これでポンプがあるとこへね水ま取りに行くって、そしたらそこへねちょうど暁みたいの兵隊さんがやっぱり水が出んけご飯食べた何笑いきよるんです。それで見ればねバケツの底へまだご飯が残っとるんですよ。でそれはこのご飯を食べることは誰にそれはちょうだいじゃったら「おやるやる」でシャツ脱いでシャツの上にガパーッと移しておろうて、それを持って帰ってでみんなで食べて。いうようなことで、それで今度明智みたいな兵隊さんとまあそういうね会話ができるようになってね、そしたら「お前らも手伝え」いうようなことでね、寮の横に大きな洞穴があるんですよ。その中へねバレエ酒がものすごいやつあるんですよ。それを海辺のとこへ持ってっといて、バレエ酒の皮麦ですよね。それで炊いてで炊き出しでしょうね。でそれで手伝いやっておりましたね。そこへ持って行ってね、今度今の桟橋のとこへなんか主催者からあれがどんどん来るの手伝いいうことで行ってこの岸壁へ持ってってずらーっと並べて、ね、名前の分かる分だけ聞いて歩いてくれって言うて、それでまあ死にかけたような人もおるような。それなのでもみんなこう手差しでちょっとこう握っただけでずるーっと皮がむけるようにね。で黒の着物を着とった人はやっぱり熱が通すけこれがもろにブラーっとボロやら肉やら分からんように名前の分かる分だけ聞いて歩いてくれって言うて、名前を聞くでも答えよる人おらんですよね。うなるだけで「水くれ水くれ」いうぐらいでね。で見るにもこれほどひどい地獄いうの見たことがなかったですよ。ほんの手伝いや手伝いみたいなことでね、毎日ここでうじらで過ごしておりました。14日に祇園まで歩いてであそこから亀まで電車で帰りまして、それから今度亀からずっと歩いて14日の夕方6時過ぎぐらいですか、掛城津波いうとこですがね、私の里はそこへ帰りました。で帰って夕方おふくろは足がふっと出てもんだから卵でね喜んでねくれました。まあこっちも泣きました。私のいとこになるんですよ。あれが今の広島で大手町でねの方におったんですけど、ね、それで朝の火棚へ上がっとったんや。それで吹き飛ばされて虎にやれ落ちとったんですよ。その人は背中をまるで受けたんですよ、直射を。背中の壁がバーッといっとるし、それで田舎へ帰ってね、その養生するのに何がええんか言うけど、まあ僕は市の人たち系で
豆腐がええいうことで。それで豆腐毎日こう取ったやつそれで熱して冷やすんですよ。それであれは豆腐の力でようなったやろって言うんですけど、11月頃にね頃からね、なんか朝起きた時に枕元見りゃ髪毛がついてるんで、それで髪が抜けました。あれからでどうかわからんが内臓があんまりようなですよね、ずっと。ああいう原子爆弾じゃなく使ういうことはいかんですね。めったにこれはやっぱり、誰かがやっぱりね核の世界を作っていかなきゃ。どうしてもわしらもじゃが今の若者時代どうしてもついてもらわねば思いますよね、世界に。何十万いうものがねいっぺんに行くんじゃけ、ひどいですよ。